人を刺した人間に刑務所に入れる必要はないという判断が下されたら、あなたは受け入れられますか？ 2017 年9月25日、イギリスオックスフォード SNS 上には傷害事件を起こしたある女性の判決をめぐり多数のコメントが寄せられていました。なんでこんなに刑が軽いんだ、こいつは暴力事件を起こした上にドラッグまでやってたんだろう。批判の的になっているその女性の名はビアンカ。約1年前、泥酔状態だった彼女は飲酒をやめさせようとした恋人を刃物で刺して逮捕されました。さらにビアンカは違法薬物を常用していたことも明るみに出され、重い刑罰は避けられないと考えられていたんです。しかしこの日、彼女に言い渡された判決は懲役10ヶ月、執行猶予1年6ヶ月。要するに1年半おとなしくしていれば刑務所に収監すらされないというものだったんです。なぜ重罪を犯したビアンカの罪がそれほど軽微なもので済んでしまったのか。それは彼女が金持ちで頭が良すぎたから。薬物に溺れ恋人を刃物で刺しておきながら刑務所にすら入らなかった女性、上級国民と呼ばれた彼女が許された本当の理由とは。司法に守られたその女性は善とある若者なのか、それともただの犯罪者なのか。おさすけんちゃんです。いや、みやみこんです。ちょっとあんた見た、はい、ネットフリックスのあの映画じゃない、あのドラマ。ネットフリックスあのドラマ、もしかしてそれあれじゃないの？モグラじゃないの？また別のやつ？違うあなたが前紹介したやつね、モグラはね。カジキいや違う、あとモグラをマグロかなんかと思ってそれでずらしたわね。まあいいんだけど、アダルセンスってやつ。何そのエロそうね。いや、アダルセンス多分思春期っていう意味なんだと思うけど、でも分かんない。日本語に訳した現代が分かんないからあれなんだけど、まあ簡単に言うと、殺人を犯してしまった中3ぐらいの男の子がいるんだけど、その子に関する話なのね。で、1話目がもういきなり警察が逮捕に家に突撃するところから始まるんだけど、多分ね45分ぐらい、1本のドラマ分ぐらい尺があるんだけど、全部ワンカット。なんかどっかで聞いたことあるかも。本当に？でも1話目しか見てないんだけど、1話ごとがワンカットってこと？おそらくそう。さすがにずっと地続きでワンカットじゃないよね、さすがに。ああ、そのね、2話目からって。そういや、それは違う。それ1話ごとにワンカットで、最近そういうワンカットに見せる技術があるのかわかんないけど、まあ AI とかもあるしさ、わかんないけど、もうとにかく全部ワンカットだけど、別になんか無駄なところが一切なくめっちゃ面白い。すごいね。なんかカメラを止めるなとかもワンカットだったじゃん。はいはいはい。まあまた別系統の面白さだけどね。でもワンカットでさ、自分が役者だとすんじゃん。ビビっちゃいそうだよ。でもプレッシャーがやばいでしょ。いやだから多分、どうにか切れ目入れてると思うんだけどね。いやわかんないよ。でも本当だったらすごいね。本当だったらすごいわよ。メイキングは見てみたい。どうする？だってヤミンコさんさ、結構ゲップ好きじゃん。ワンカット中に見せたらどうする？ゲップで。あんたもバラすわよ。何をだよ。特に思いつかないけど、今回はイギリスで傷害事件を起こし物議を醸した一人の女性を紹介します。彼女は裕福で才能に優れたいわゆる上級国民だったため、重罪を犯しながらも許されてしまったとして批判の的になったんです。上級国民ってなんかさ、池袋の事件とかでも日本でも話題になったけど、いわゆるお金持ちだから何やっても許されるみたいな風潮でしょ、これ裁判所はさ、公平であるべきじゃない。そんなところに限ってそんな判決を下すことなんてことがあり得るわけ。まあ、そこなんですよね、なぜねこの甘いとされる判決が下ったのか、その本当の理由を知った時に、正直この判決が妥当か否かっていうのは、結構意見分かれるんじゃないかなと思います、だからこそこの動画を見終わった時に皆さんもねぜひねコメントで教えていただければと思います。判決を言い渡された日、笑顔で法廷を後にしたその女性、多数の非難を浴びることになった彼女は一体どんな罪を犯したんでしょうか。上級国民。2017年9月25日、イギリスオックスフォード裁判所では一人の女性に判決が言い渡されようとしていました。通常であれば本件のような事件を起こした者は直ちに実刑に処す必要があります。しかしあなたには情状酌量すべき事情が多数存在すると判断しました。裁判官が述べる判決理由を静かに聞いていたその女性の名はビアンカ。彼女は約1年前、恋人に対する傷害事件を起こし起訴されました。そしてこの日、ビアンカに下された判決は懲役10ヶ月、執行猶予1年6ヶ月、
つ、1年半の間何も問題を起こさなければ刑務所に入れられることもないとするものだったんです。判決言い渡しの際、裁判官はビアンカに向かい確かにこう言いました。これであなたは自由の身です。ありがとうございます。裁判官に礼を告げると爽やかな笑顔を浮かべ法廷を後にしたビアンカ。新聞各社が彼女の笑顔の写真と判決内容を報じると、市民からは批判の声が相次いだんです。有名大学の美人学生だからって何やっても許されるのか。上級国民には裁判官もいい顔するんだな。ビアンカの判決は SNS 上で瞬く間に大炎上を巻き起こしました。多くの市民から批判の対象とされてしまったこのビアンカという女性は一体何者なのか。そして彼女は一体どのような事件を起こしてしまったのか。時は遡り2011年、当時18歳のビアンカは祖国のイタリアからイギリスオックスフォードへやってきました。絶対に優秀な医師になってみせるわ。そんな決意を胸にビアンカが入学したのは名門オックスフォード大学の医学部。資産家の娘である彼女は年間240万円の学費がかかるイギリス人学校に通い、幼少から英才教育を受けてきました。そして聡明に育ったビアンカは心臓外科医を志し、この日由緒正しいその大学の門をくぐったんです。ビアンカはオックスフォード大学の中でもトップレベルとされるクライストチャーチのカレッジに所属。順調に学問に励んでいった彼女は3年生の終わりの試験では首席の成績を記録し、指導教員からも次のように評価されていました。君は過去25年教員として見てきた中でも一番優秀な学生だよ。容姿端麗で学業でも右に出る者がいなかったビアンカは絵に描いたような才色兼備。在学中から医学史への寄稿論文にも参加しており、将来を有望視されていたんです。そんな彼女が事件を起こしてしまったのが大学4年生の年の瀬のことでした。ちょっと想像以上に優秀な大学でびっくりしてるんだけど、大学にも真面目に通ってるしさ、別にそんなひどいこと起こしそうになくない？しかもね、オックスフォードの中でもさらに優秀な学生だったわけですから。ただね、この後彼女が起こした事件は、そんな彼女に対するイメージも吹き飛んでしまうほどやばい内容だったんです。2016年12月30日、夜も更けた頃、緊急通報999に1本の通報が。助けてください。恋人が家の中で物を投げまくってるんです。彼女は薬物をやってる。オペレーターに必死に状況を説明する男性。すると電話の向こうからは彼の恋人のけたたましい叫び声が。薬物なんてやってないわよ。その声と同時に男性は悲鳴を上げました。そして彼は苦しそうに声を振り絞りこう言ったんです。助けてください。早く恋人に足を刺されたんだ。男性の足をパン切り包丁で刺したその女性は、そう、ビアンカでした。その他、ノートパソコン、ジャムの瓶、ガラスコップなど様々なものを恋人に投げつけ怪我をさせたビアンカ。彼女は駆けつけた警察にその場で拘束されるんです。取り調べを進めると、ビアンカが暴力を振るった理由は恋人が彼女の飲酒をやめさせようとしたためだったと分かりました。その日、恋人がビアンカのアパートを訪ねると、彼女はすでに酩酊状態。それは単にお酒だけではなく違法薬物を摂取していたためでした。そしてお酒を止めるように言ってもビアンカは言うことを聞かなかったため、恋人は彼女の母親に連絡。違法薬物のことも洗いざらい話そうとした結果、ビアンカが激高し暴れ出したというんです。幸い恋人の傷は3針縫うくらいの軽傷で済みましたが、薬物を摂取していた上に暴力事件を起こしたビアンカは重い罰を逃れられないように思いました。もう私は終わりよ。そうやって絶望したビアンカは警察署の中で死のうとしたんです。この時は結局ビアンカは助かっていますが、将来を約束されていた彼女にとって前科者となってしまうことは未来を閉ざされてしまうことと同義。ビアンカはただただその現実に打ちひしがれていました。まあ、首席の成績取るほどの学生がさ、違法薬物に溺れて、それを止めようとした恋人を襲っちゃう、刺しちゃうってさ、そんな表変することあり得る？本当ね、普通に過ごしてればね、ビアンカはこうはならなかったはずだったんですけど、大学在学中にね、道を踏み外してしまうあるきっかけがあったんです。才女の変貌。故郷のイタリアを離れてオックスフォード大学へ進み、医師を目指して懸命に学問に励んでいるように見えたビアンカ。一方で彼女の地元の友人たちは大学進学以来ビアンカの様子が変わったことに気がついていました。ねえ、ビアンカの SNS 見た？私びっくりしちゃって。あの子最近本当におかしいわよ。ビアンカが SNS にアップした写真を見ながら怪げな表情で噂をしていた友人たち。彼女たちが見ていたその写真には全裸で男性の膝に座るビアンカが写っていました。
その写真は大学内で行われた LGBT のイベントで撮影されたもの。しかしビアンカのその格好はイベントに限らず、この頃の彼女にとってほぼ平常運転と呼べるものでした。大学生活を送るうちに様子がおかしくなってしまった彼女は、常日頃から下着姿に毛皮のコートを羽織っただけの状態で大学構内を歩き回るように。さらには昨日は乱交パーティーに参加したなどという下世話な話を何の躊躇もなく SNS で自慢していたんです。下着姿で歩いてたって校内をでしょ、それ許されんの？ここまで来たらもう卑猥とかそういうレベルじゃなくて、ただただ怖いですよね、これ。怖いわよ。そしてビアンカのその奇行はある一人の男によって引き起こされていたんです。なぜ真面目に勉学に励んでいたはずのビアンカがここまで表変してしまったのか。それは彼女がこの頃違法薬物の売人と交際していたため、この男はビアンカに DV を働いており、彼女の精神状態は極めて不安定になっていました。その不安定な状態と薬物が簡単に手に入る環境がビアンカを狂わせてしまったというんです。その後彼女は売人の男とは別れているのですが、自分の意思で立ち直ることはもはや不可能でした。立件こそされていませんが、ビアンカは以前にも元交際相手に暴力を振るって警察沙汰になっており、いつ間違いを起こしてもおかしくない状態だったんです。極めて不安定な状態にあった彼女は、薬物依存の他にも境界性パーソナリティ障害、重度の摂食障害など複数の精神疾患を患っていました。でもその犯罪を犯している以上擁護できる部分はほぼないんだけどさ、こんな優秀だった真面目な学生がね、そうやって売人に出会っちゃうことでこんな転落しちゃうだなんてちょっとかわいそうよね。真面目だった分ね、そういったアウトローの世界に対する免疫がなくて、正常な判断ができなかったんじゃないかなと思います。このようなね、精神状態から犯罪を犯してしまったビアンカ。そして温情をかけられた彼女の判決には批判が相次ぐんです。果たしてその判決は正当と呼べるものだったんでしょうか。非難の嵐。2017年9月25日、恋人をパン切り包丁で刺してしまったあの事件から1年が経ち、懲役10ヶ月、執行猶予1年6ヶ月の判決を下されたビアンカ。この決定に対し、メディアは次のような見出しで報道を行いました。彼女は刑務所に行くには頭が良すぎた。すると世間からは、バカな裁判官が金持ちのお嬢様に騙されたと批判的な反応が、法の下の平等が守られていないと司法を責め立てる声が次々と上がり、ビアンカの SNS にも脅迫のようなメッセージが多数寄せられるんです。身の危険を感じた彼女は SNS アカウントを削除せざるを得ませんでした。確かに刑が軽い印象はあるんだけどさ、これちょっと報道の仕方とか SNS での拡散のされ方問題あるんじゃないこれ。おっしゃる通りね、これ炎上したっていうのは、やっぱり SNS 上だからっていう部分もあったんです。というわけで本日のメトラキーワード、SNS における炎上メカニズムについて。SNS で特定の人物への批判が相次ぐ炎上の状態は、人間の社会の一員でありたいという欲求によって助長されているといいます。SNS のコメントはあくまで個人の感想。しかしコメントが可視化されると大多数の意見のように思えてしまい、人間は同じ意見を持たないことに不安を感じるのだといいます。また本来怒りは短期的な生理反応とされていましたが、近年の研究では同じことを何度も考えるうちに長期的な怒りに変化していくことが判明しました。 SNS で話題になれば人は同じ情報を何度も目にすることになります。結果人は SNS に触れるたび全く関係のない赤の他人のことに怒りを感じやすくなるとされているんです。このように他の人と意見が同じでないと不安という同調圧力と情報が繰り返し表示される仕組みもあり、 SNS では炎上が生まれやすいとされているんです。そう、ビアンカの判決に対し批判的な意見が相次いだのは炎上が生まれやすい SNS の仕組みによるところも大いにあるんです。冷静になってビアンカの判決理由をたどってみると、裁判官は彼女を特別扱いしたいわけではないことがわかるんです。担当裁判官はビアンカを情状酌量したことについて全部で5つの理由を挙げています。1つは彼女に前科前歴がなかったこと。2つ目は保釈中深く反省したビアンカが自分から恋人に連絡を取り謝罪していること。3つ目は彼女の精神的な成熟度が年齢に見合っていなかったこと。4つ目は境界性パーソナリティ障害や摂食障害、薬物依存を抱えており、その原因が元恋人からの DV によるものだったこと。そして最後にビアンカが事件以来薬物とお酒を一切摂取せず強い意志を持って治療プログラムに取り組んだこと。これらの事実をもって彼女は更生できる可能性が高く、再びお酒や薬物に手を出したら刑務所行きとするだけでも抑止力として十分だと裁判官は判断したんです。さらにこうした判決はイギリスの裁判では珍しくなく、匿名の弁護士がガイドラインの範囲内で認められる原型の典型例と主張しています。彼によればイギリスで傷害事件を起こした
したもののうち刑務所へ送られるのはわずか 35%、 ほとんどの場合は警告か社会奉仕活動や罰金などの刑罰で済まされているといいます。こう見てみるとビアンカの判決は決して特別なものではなく、メディアの報道や SNS が彼女を過剰に責め立てる風潮を作り上げた部分が大きいことがわかるんです。いやこれビアンカがさ、もう経歴も立派でさ、優秀で美人だからこそやっぱメディア映えするわけじゃない、だからこそなんかその影に隠れたさ、軽い刑罰だった暴力事件があるってことをあんまり知らなそうよね、人たちはね。これ一つの情報を鵜呑みにしてね、過剰に反応してしまう人がいかに多いかっていうのを思い知らされる事件だったんです。なのでね、一つ情報を知った時に前例がないかっていうのをちゃんと調べるっていうのはね、本当に大事なことなんですよね。ちなみにビアンカは懲役10ヶ月、執行猶予1年6ヶ月の判決が出された後、量刑不服として一度控訴を申し立てています。彼女は医師の夢を諦めきれず、罰金刑などどうにか前科としてカウントされない処分へ減刑できないかと訴えたんです。しかし裁判所は暴力事件という重大犯罪を犯している以上、判決に懲役の要素が含まれることは必然と判断。一審で十分に温情的な判決が下されているとされ、控訴棄却となったんです。判決後、ビアンカは何も問題を起こすことなく過ごし、2019年3月に執行猶予期間を満了。有罪判決で医師の道が閉ざされてしまったため、現在はイタリアへ帰国したとされています。ビアンカを担当した裁判官は判決の際、彼女に次のようにも伝えていました。外科医になる夢は事実上ついえてしまいましたが、医学研究など他の道で人生を立て直すチャンスは残されています。名門オックスフォード大学でも25年に1人の逸材とされたビアンカ。自身の振る舞いを反省した彼女が前向きに未来を切り開いていけることを願います。ビアンカは温情的な判決の結果、世間から多分に非難されることになりましたが、あなたは彼女の罪をどう捉えますか？暴力事件を起こした人物のその後の反省や更生の可能性を加味して刑務所に入れない判断をすることは正しいと思いますか？